ご視聴ありがとうございます。今回は不思議に満ちたターミナル駅のご紹介です。一見すると一面二線の構内に隠れた複雑な施設と終着駅なのに列車が通過する謎の仕様、そして意外と少ない本数の裏の歴史などをまとめてご紹介します。謎の色と記号の正体と1日1本の運用をめぐるこの駅と路線の未来にも注目です。ここは国内第2位の都市大阪の大動脈、大阪メトロ御堂筋線の淀屋橋駅です。御堂筋線は JR や私鉄と接続する駅も多く、今回ご紹介する駅もここで接続する私鉄の駅です。かまぼこ型の高い天井の構内に後からつけたと思われる通路を進みます。このカットは早朝の撮影なので人気がありませんが、ラッシュ時にはこの大混雑。人が北改札から駅の外に出ます。そして右前方に進んで1分程度の場所にあるのが、このチャンネルで初登場となる、京阪こと京阪電気鉄道の起点の一つ、淀屋橋駅です。京阪はここ淀屋橋と近くにある中之島を大阪側の起点とし、京都側にある出町柳までを結ぶ系統をメインに、複数の支線、そして京都エリアで独立した系統を有する大手私鉄です。大阪寄りの天満橋駅から葛葉駅の先までの26キロ余りにわたり、関西私鉄で最長の複々線を有しており、方向別複々線をフル活用した運行も特徴です。その起点である淀屋橋駅。御堂筋線に一番近いこの改札は出口専用で、ここから入場することはできません。メインの改札はこの先ですが、隣の西改札のうちこちら側は、平日始発から9時までは出口専用。反対側は曜日や時間に関係なく出口専用で、御堂筋線への乗り換え動線の確保に重きが置かれています。平日朝に御堂筋線から乗り換えるとき、改札内に入れるのは、さらに隣にある改札口が最初です。券売機も並んで先ほどの2つより立派ですが、この横にあるのはエレベーターだけ。この駅の中央改札はさらに奥にあります。一旦ここで改札内に入り、下のホーム階へと降ります。見える範囲にあるのは、一面二線の島式ホーム。朝の時間帯だけあって本数もまだ少なく、列車間隔は15分。普通列車が23駅先の葛葉まで先着します。一方左側では、停車中の車両がドアの開閉試験をしており、列車が本格的に増えていくワクワク感が漂います。列車が出た後のカットがこちら。起点寄りでは壁の一部が剥がされ、線路のすぐ横に灰色のパイプがあります。パイプは奥に行くほど高さが低くなっており、中に雨水を通すためのもののようです。また、このパイプの横、下の方には古いタイルが残っており、駅の歴史が伺えます。私が降りてきたエレベーターより西側にある改札への動線は、この裏にあるもの以外は階段のみとなっています。これが、一番西側にある、西05出口への動線。限られたホーム幅で整列乗車位置と出口との動線を確保するため、幅が他より狭いです。これまでのカットでお気づきの通り、この駅では京阪と御堂筋線の駅が L 字型に接しているため、一番端にあるこの場所、そしてこの上の改札が非常に混雑します。朝の乗り換え通路の様子がこちら。淀屋橋自体がビジネス街であり、接続するのが大阪の大動脈の御堂筋線だけあって、大混雑です。終端部にやってきました。ターミナルと言いつつ、ホームの奥にずらりと改札が並ぶ、投炭式と呼ばれる構造ではありません。改札はすべてこの上の階層に集められている上、ホームの幅は起点寄りでも狭いまま。関西私鉄には大規模な投炭式の駅もあり、多くが高架駅ならではの開放的な雰囲気を有しているだけに、地下にあって暗い感じのこの駅は、それとは趣が違います。車掌に合図を出す機械は低めの天井からぶら下げられ、窮屈さに拍車をかけています。そしてこれには、淀屋橋駅、そして京阪の歴史が関係しています。現在の京阪の路線図のうち、大阪寄りがこちら。京橋まで方向別だった複々線は、天満橋との間で系統別に振り替えられ、そして南側の京阪本線と北側の中之島線に分かれます。ただし1910年の開業時、路線はこのようになっていました。当時の起点は、2つ隣の天満橋だったのです。元はさらに西側に起点を設ける予定だったのですが、大阪市電との絡みでこの場所になりました。何回かの改良の後、
63年4月に地下駅になり、2面4線のうち北側2線が淀屋橋につながり、南側2線が行き止まり式でした。京阪本線が延伸されたのは、1933年に開業していた御堂筋線の駅につなげるためで、トンネルの突き当たりには竣工記念の石碑があり、工期は2年3ヶ月、当時の苦労が忍ばれます。地上の道路は片側2車線、幅は歩道を合わせても20メートル余りだったため、線路を何本も横に並べることができず、幅の狭いホームになったのです。線路の突き当たりに改札を作れなかったのは、同じ階層にあった御堂筋線のトンネルや、地下通路との調整が取れなかったのも理由のようです。こうしてこの駅の改札はいずれも幅が狭いものとなりました。こちらが序盤で入ったエレベーター専用改札の奥にある中央改札。看板も控えめで駅員不在の時間帯もあり、その時は3つ隣の京橋駅からの対応になります。なお、階段の上には西武鉄道の広告があります。その後2008年には、天満橋から分岐する中之島線が開業。線形の関係上、天満橋の2面4線のうち、淀屋橋につながるトンネルを北側から南側にする大工事が行われました。中之島線の開業で天満橋折り返し列車はなくなり、大阪側の起点は淀屋橋と中之島の2つになりました。そのため淀屋橋駅の列車本数はターミナル駅の割にそれほど多くなく、日中は毎時10本、ラッシュ時でも20本となっています。中之島線の開業前は12万7000人程度だった淀屋橋駅の乗降客数は、開業後に10万6000人に減りました。ただし、開業当時は速達種別が多く発着していた中之島線は、他の路線との接続の悪さなどが災いして利用客数が伸び悩み、現在速達種別の発着は平日の朝夕に限られています。淀屋橋駅は引き続き大阪側のターミナルとしての地位を守っており、座席指定車両付きの速達列車はほぼ全てがここから発着しています。一方その歴史的経緯から、この駅のホームはそれほど広くなく、乗車用と降車用に分離されているわけでもありません。先ほどのカットにも映っていましたが、この狭いホームで降車客と乗車客を裁くため、ホーム上には整列乗車を促すマーキングが大量に設けられ、場所によっては中央を避けているほか、長さや形状も分けられています。柱が丸かぶりの場所もありますが、やむを得ないところです。そして丸と三角の記号と、黄色と緑という色も、整列をよりスムーズにするためのものです。記号は種別を表し、停車駅の多いタイプが丸、少ないタイプが三角です。一方色はドアの数。黄色は2ドアと3ドア共通で、緑は3ドアのみです。この場合、上下とも停車駅の少ないタイプなので三角、上は3ドアなので黄色と緑から乗れる一方、下は2ドアなので3ドア用の乗車位置からは乗れず、緑がありません。こちらは上下とも停車駅が多いので丸、両方とも3ドアなので、黄色と緑から乗れます。一方、表示器の右端にある丸数字は車両の両数、京阪本線は6両から8両です。ところでこの表示器、何か気づかないでしょうか。一面2線の島式ホームのはずなのに、番線は3。そう、実はこの駅、ただの一面2線ではないのです。ホームの下り方では、一面2線の線路のさらに内側にもう一本の線路があり、その右側では4番線の先にホームが続いています。ただしこれらは赤テープで仕切られ、照明も少なくて薄暗い感じです。右が1番線で、左が2番線。3番線を発車する列車はもちろんこのホームをスルーし、4番線を発車する列車も同じです。この駅は全体としては一面3線で、そのうち1線がホームを切り替えた場所にあり、1線は2つの列車が発着できるという変わった配線をしているのです。大阪側のターミナルとして開業したものの、幅の狭い道路の下で多くの列車を裁くためです。なお、3番線は端にあるタイルの色が違います。8両運転が始まったのは85年4月なので、後から改修したのでしょうか。そしてこのホーム、照明が少しついていることからもわかる通り、完全に閉鎖されているわけではありません。平日の朝ラッシュにはホームが開放され、列車が発着するのです。ただしメインのホームは、あくまで起点寄りの3番線と4番線。こちらはホームが狭いこともあってサブの位置づけで、特に右側の1番線は4番線の列車がバンバン通過します。ただでさえ狭いホームに階段などを詰め込んだため、横のスペースはほぼありません。現在このホームは、
平日の朝と夕方にしか使用されていません。トンネルそのものの兼ね合いでホームの中央に柱を置けず、線路のすぐ横にあるなど、しわ寄せが来ています。ちょうど、当駅止まりの列車が到着です。これまでのカットからお分かりの通り、ここは御堂筋線への乗り換え動線から離れた場所で、動線が到着列車の前寄りにあるため、そちら側に向かう通路が大混雑になります。ホームの下り方に到着です。1番線はさらに先まで続いているのに対し、2番線は手前で途切れています。これは、奥の壁になっている部分で、隣の3番線から伸びてきた線路と合流するからです。その先では上下線の間にポイントがあり、2番線の車両のすぐ先には隣の線路との接触限界標識もあるなど、いろいろ詰め込んだ廃線です。なお、4線のうち2番線だけは7両までしか入線できません。そして大都会大阪のターミナルとは思えない、この錆びれたホーム。乗車位置表示はすすけており、人がほとんど来ないことがよくわかります。そしてホームの下り方には、閉鎖された階段が。これは終日閉鎖されており、すでに役目を終えています。シャッターの隙間から上を見ると、明かりの落とされた階段が。上の階層にあった改札もすでに設備が外され、改札機もなくなっています。階段の上にあった広告も剥がされて寂しさが漂いますが、IC 専用と書かれたシートがまだ残っているので、そこまで昔に役目を終えたわけではなさそうです。一方、このさらに起点寄りには、もう一つの出口があります。基本的な作りは先ほどと同じ。改札機は3台のみで、乗り越し生産機は去年8月に撤去され、発車案内表示器の高さは低く情報量も少ないなど、起点寄りの2線とは大きく違います。なお、こちらも階段上の広告は剥がされています。正面の通路を行き交う人も少なく、御堂筋線の存在の大きさとこの駅の位置づけがよくわかります。そしてこの特徴的な廃線は、この駅の運用にも影響を与えています。行き止まり式の他の3線とは違い、1番線には終日大量の通過列車があります。駅を出てすぐにポイントがあるため速度は抑え気味ですが、見通しが悪いカーブの先から列車がやってきます。ただし1番線は、もちろん通過する列車だけではありません。4番線との間には、信号か何かの関係で場所が移された停止位置目標もあり、信号機は4番線との間に設置され、1番線と4番線に同時に入線できます。中盤のカットで、1番線発車の営業列車があったことにお気づきでしょうか。実はこの列車、1番線を発車する唯一の営業列車なのです。そしてここで、縦列駐車ができる構造がフルに活用されます。4番線に、当駅7時23分着、折り返しの特急出町柳行きが到着です。この列車は他と同じように車内整備を行った後、7時30分に淀屋橋を発車します。ちなみにこの車両、特急専用車両としてデビューした8000系、本線系統で唯一の2号車であり、この編成はトップナンバーです。そしてホーム上に、係員がいたことにお気づきでしょうか。そう、この後すぐ、もう一本の列車が到着するのです。これは当駅7時25分着、折り返しの茅島行き普通です。折り返しに時間のかかる特急を奥の4番線に止め、その間に手前の1番線にすぐ折り返せる列車を入れることで、限られた線路で多くの列車をさばく作戦です。左側では3番線発の列車が駅を出るところで、2番線を使うこともできないので、ナイスタイミングな運用です。連結するわけでもないのに2つの編成が同じ線路に収まる光景は、なかなか珍しいものです。そして1番線を発車する営業列車は先ほどの1本だけで、発車案内表示器には特徴的な U ターン矢印が出ています。もちろん、これが見られるのはこの時だけです。1番線の普通は当駅7時28分発。折り返し時間3分で発車です。動線の関係上、ホームの後ろから駆け込む人も多く、発車するのも一苦労です。一方忙しいのは、奥の4番線も同じ。特急は7時30分発で、普通の2分後に発車です。1番線を発着する列車自体は他にもあり、回送列車との縦列駐車であれば、これ以外にも見ることができます。また、1番線がもともと便利な位置でないこともあって、2番線発車の回送列車も何本かあります。少ない土地で列車本数を確保するためのレイアウトと運用ですが、これも安泰ではないことをご存知でしょうか。
実は2016年3月のダイヤ改正で、それまで1番線発車の唯一の定期営業列車が折り返し回送に変更され、1番線発の営業列車が消滅したことがありました。この列車は翌年2月改正で折り返し普通に変更され、1番線発の営業列車が復活、翌18年9月改正ではもう1本増えたものの、現在のダイヤでは再び1本に減っています。また、かつて折り返し列車では、降車客と乗車客の動線を明確に分けるため、あえて停止位置の手前で止まり、降車客が済んでからドアを閉め、数メートル動いて本来の停止位置に合わせてからドアを開ける運用が行われていました。主に座席を転換する車両でドアを閉める取り扱いは続いていますが、車両を動かす取り扱いは17年2月のダイヤ改正で終了しているなど、駅の構造ゆえの運用には変化も出ています。改札口や精算機がなくなったことも、縮小するホームの未来を予感させます。2008年の中之島線開業で発着本数が減り、去年9月には大幅な減便ダイヤに改正した中で雲行きの怪しい1番線を活用した列車。いつまで残るのか気になるところですね。ご視聴ありがとうございました。